皆様こんにちは、セリナです。今回は2026年1月9日発売アディクションスプリング2026コレクションモノクロマティックミラージュより単色アイシャドウ、ジェルアイライナー、アイブロウマスカラ、ネイルの限定色と新色をアディクション様よりギフティングいただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。アディクションの限定カラーは春らしいニュアンスと大人っぽさのバランスがとてもいいですよね。今回は限定として登場する単色アイシャドウ全10色のパーソナルカラーレビューと単色塗り、ジェルアイライナー、アイブロウマスカラ、ネイルの実際のカラーや質感についてをご紹介した後に、前回の動画でご紹介した新作リップグロスを交えた春コレクションを使って3パターンのメイクルックをご紹介していきます。少しでもメイクの参考になれば嬉しいです。同じく2026年1月9日に登場するザ・リップグロスとザ・リップグロスティント全色については前回の動画でご紹介しておりますので、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションスプリング2026コレクションモノクロマティックミラージュ。ご紹介するのはザ・シングルアイシャドウパール限定6色。洗練された光をまとい立体感を演出するパールアイシャドウ。薄い膜が均一に密着し輝きと繊細さを引き出して。ザ・シングルアイシャドウネイキッドシアー限定3色。揺らぐような柔らかな影を思わせるシアーアイシャドウ。半透明のフィルターでニュアンスを変化させる。ザ・シングルアイシャドウスパークル限定1色。幻想的に大小のパールが交差するスパークルアイシャドウ。密着力が高く、まばゆいほどのきらめきを放つ華やかな仕上がり。ザ・ジェルアイライナー限定3色。春の空気に溶け込むような抜け感とさりげない強さを。まぶたに軽やかにフィットするジェルライナーで洗練を感じる印象的な目元へ。101はカジュアルな印象のオレンジブラウン。102は凛とした色気が漂うモーブブラウン。103は温かみと抜け感のあるシナモンブラウン。アイブロウマスカラカラーニュアンス限定2色。春のルックに調和する軽やかさをもたらすアイブロウマスカラ。高発色カラーリングでこなれた印象に仕上げます。101は赤みのくすみベージュ。102は明るい黄身のくすみベージュ。ザ・ネイルポリッシュプラス。曖昧で洗練されたカラーバリエーションが春の指先を彩る。ツヤと速乾性に優れたネイルポリッシュ。新色の 046S はヘルシーな血色感のシアーピーチ。新色 047C はどこまでも溶け込むヌードベージュ。限定色 127P は繊細にきらめくフロストシルバー。限定色 128P は光を帯びたモダンなゴールドグリーン。限定色 129C は霞がかったような軽やかなキャメル。それでは春コレクションで登場する限定アイシャドウ、まずはパールタイプからご紹介していきます。ザ・シングルアイシャドウパール 101P パーソナルカラーにおけるとイエベ春、イエベ秋におすすめ。ナチュラルなイエローベーシュに多色のパールが艶めきます。黄身が得意な方、イエローベース全般のベーシックカラーにおすすめ。102P はイエベ春におすすめ。明るく鮮やかなオレンジにゴールドのパールが艶めきます。黄身、明るさ、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとブライトスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。103P はブルベ夏におすすめ。明るい青みピンクにシルバーやパープルのパールが艶めきます。青み、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとブライトサマー、クールサマーにおすすめ。104P はブルベ夏におすすめ。ダークなトープにパープルやゴールドのパールが艶めきます。青み、くすみが得意な方、ブルベナッツ全般のベーシックカラーにおすすめ。
105P はイエベ秋におすすめ。マスタードに近い黄身の強いキャメルにゴールドのパールが艶めきます。黄身、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ストロングオータム、ウォームオータムにおすすめ。106P はイエベ秋におすすめ。カーキニュアンスのダークなブラウンにゴールドのパールが艶めきます。黄身、深みが得意な方、イエベ秋全般に使いやすいです。では、101から順にまぶたの上に単色塗りをして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。1色目、101です。リニューアル後のアディクションの単色アイシャドウは実は初めて使用しますが、以前のものよりもさらに粉質が繊細になって、肌に溶け込むような質感がとても綺麗だなと思います。101P 単色塗りだとこんな感じです。多色のパールで自然なツヤが出ているのはもちろん、粉質自体もかなりしっとりしているので、指塗りをするとアイシャドウ自体のツヤをより楽しめるような感じがします。ベーシックなカラーですが、温かみがある効果で春らしさも同時に楽しめます。続いて2色目、102です。こちらもカラー自体は鮮やかですが、肌に溶け込むような粉質なので、派手になりすぎずにオレンジを楽しめますね。102P 単色塗りだとこんな感じです。何度か塗り重ねると鮮やかなオレンジをしっかり楽しむことができますが、それでも肌から浮くことなく、自然なグラデーションに仕上がってくれるところがとてもいい粉質だなと思います。明るいオレンジカラーで一気に春らしい目元に仕上がりますね。101と102、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて103と104です。103P と 104P、それぞれ単色塗りするとこんな感じです。まず 103P は明るく淡いピンクですが、塗り重ねることでしっかり発色も楽しめます。青みの強いピンクカラーなので、透明感をアップさせたい時に可愛いです。そして 104P はかなりくすみが効いているダークなトープカラーで、大人っぽさや上品さをプラスしたい時に使いやすいかなと思います。黄身や濃さが苦手な方はブラウンの代わりに使うのにもおすすめです。103P と 104P、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて 105P と 106P です。105P と 106P、それぞれ単色塗りするとこんな感じです。まず 105P は鮮やかですがほんのりくすみが効いているおかげで強すぎない大人のカラーメイクといったイメージに楽しめます。そして 106P は春らしいカラーが揃うパールタイプの中でもかなり落ち着いていて、ダークで大人っぽいカーキニュアンスを楽しめます。明るいグラデーションにこの締め色を重ねることで大人っぽさやクールさをプラスしてくれるんじゃないかなと思います。105P と 106P、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて、ネイキッドシアータイプ3色とスパークルタイプ1色をご紹介していきます。ザ・シングルアイシャドウネイキッドシアー 101N、パーソナルカラーにおけるとウルベ夏におすすめ。シアーなグレーにシルバー、ゴールド、ピンクの微細ラメがきらめきます。青み、明るさ、くすみが得意な方、ウルベ夏全般のベーシックカラーにおすすめ。102N はウルベ夏、ウルベ冬におすすめ。青みの強いダークなチャコールグレーにブルーやレッドなどの微細ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色におすすめ。103N はイエベ秋におすすめ。くすみの強いオリーブにゴールド、ピンク、シルバーの微細ラメがきらめきます。黄身、くすみが得意な方、イエベ秋全般におすすめ。ザ・シングルアイシャドウスパークル 101SP、パーソナルカラーに分けるとイエベ春、ウルベ冬におすすめ。肌なしみのいい明るいベージュに黄身寄りのグリーンとシルバーの大粒ラメ、微細なピンクラメがきらめくグリッターカラー。イエローベース、ブルーベース問わず、大粒ラメの華やかさや強いコントラストが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ビビットスプリング、ビビットウィンターにおすすめ。まずはネイキッドシアータイプ
101N と 102N です。先ほどご紹介したパールタイプもかなり肌なじみがいいなと思いましたが、ネイキッドシェアタイプはさらに軽やかで透け感があるのにしっかり濃さを出してくれるとても絶妙な粉質です。102N もさらに深みが出る感じはしますが、やはり透け感があるのでとても使いやすいです。陰影感と透け感のバランスがいいですね。ネイキッドシェアタイプの 101N と 102N、それぞれ単色塗りするとこんな感じです。両方とも色味自体はかなりダークですが、重ねていっても透け感が残るネイキッドシェアタイプなので、影はつけてくれるけれど濃い印象になりすぎないところがとても計算されているなと思います。この2色は一見似ているように感じますが、102の方がより青みが強く深みがあって、101の方が柔らかさと上品さが残る印象です。濃いカラーは苦手だけれどしっかり目元を引き締めたいという方にも使いやすそうです。101N と 102N、それぞれ着てみるとこんな感じです。最後はネイキッドシェアタイプの 103N とスパークルタイプの 101SP です。こちらはネイキッドシェアタイプの中でも一番明るめのカラーなので、重ねても透け感が残る感じがよりわかりやすいと思います。ネイキッドシェアタイプ 103N は単色塗りだとこんな感じです。明るく透明感あふれるグリーンですが、程よいくすみが効いているところがアディクションらしくてとても絶妙です。春らしいですが、大人っぽさやクールさも残しているところがとても可愛いですよね。重ねても濁らずに適度な透け感が残るところと、この色味がとてもマッチしているなと思います。スパークルはこんな感じで、一塗りでもグリッターのようなおつぶら目がキラキラ輝いてとても可愛いです。ラメ好きの方にはとてもおすすめですね。スパークルタイプ 101SP は単色塗りだとこんな感じです。まぶたの上に乗せると中に入っているグリーンのラメがよりしっかり際立つ感じがします。グリッターのような大粒のラメですが、ピタッと密着してくれるので、ラメ飛びやラメのざらつきも気にせずに使えます。華やかさと透明感を同時に演出してくれるカラーです。103N と 101SP、それぞれ引きてみるとこんな感じです。続いて限定のアイブロウマスカラ2色を比較しながらご紹介していきます。まずはこちら側に赤みのくすみベージュの101を塗っていきます。マスカラ液はみずみずしいタイプなので、まずは毛流れに沿って軽く塗った後、毛を逆立てるようにして色味をのせていきます。一塗りでも綺麗にカラーリングしてくれますが、こんな感じで毛が寝てしまったり、べったり液がつく感じもしないので調整がしやすいです。はい、こちら側半分に101を塗ってみました。眉マスカラなしの方と比較をすると、ほんのり赤みのニュアンスを感じられる自然なブラウンカラーが乗ったのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで、濃い眉もしっかりカラーリングしてくれますが、眉のふんわりした毛流れは残したまま色味だけをチェンジしてくれています。眉の存在感は適度に残したいけれど、自然に抜け感も欲しいという方にすごく使いやすいんじゃないかなと思います。赤みが強すぎないところも使いやすくてとても素敵です。では反対側には明るい黄身のくすみベージュの102を塗っていきます。こちらもマスカラ液の質感などは全く同じですが、102の方がカラー自体が明るいのでしっかり眉に塗る感じがします。はい、こちら側には102を塗ってみました。こうして比較をするとそれぞれのニュアンスの違いがわかりやすいですよね。102の方がかなり明るめで黄身も強いので、眉の印象を自然に抑えたい時に使いやすそうです。近くで見るとこんな感じです。自然に眉の黒さはオフしてくれますが、区間しもないところがさすが使いやすいなと思います。自然に明るさをプラスしたい時にいいですね。どちらのカラーもおしゃれな印象に仕上がりますが、主張が強すぎないので、眉マスカラ初挑戦という方にも取り入れやすいんじゃないかなと思います。続いて、ザ・ジェルアイライナーの限定色3色をご紹介していきます。まずはオレンジブラウンの101です。
目頭から目尻までフルラインで引いてみたいと思います。軽いタッチでしっかりカラーが乗ってくれるところがすごく使いやすいです。目尻の跳ね上げもこんな感じで軽いタッチで描くことができます。裏側にはチップがついているので、こうやってすぐの状態だとチップでぼかすこともできます。こちらにはモーブブラウンの102を使っていきます。軽いタッチでもしっかり乗るので、あまり繰り出しすぎないで使うのがポイントかなと思います。101と102、それぞれ目頭から目尻の跳ね上げまでのフルラインを描くとこんな感じに仕上がります。101はまぶたの上に乗せると結構明るめのオレンジに発色してくれるので、カラーを自然に取り入れたい時にも活躍してくれると思います。反対に101はかなりダークなモーブカラーなので、ブラックやブラウンのイメージのまま自然に血色感をプラスしたい時におすすめです。硬さがあるのに色味がしっかり乗ってくれて、細かい部分にも使いやすいので、下まぶたのラインに使うのにもいいんじゃないかなと思います。101と102、それぞれ引きで見るとこんな感じです。はい、こちら側に102を残したまま、反対側にはシナモンブラウンの103を使ってみました。103はほんのり赤みを感じるオーソドックスなブラウンカラーなので、こちらはシーンを問わずにかなり使いやすいと思います。引きで見るとこんな感じです。それでは今回のコレクションで登場するアイテムを使ったメイクルックを3パターンご紹介していきたいと思います。まず1つ目のメイクです。まずアイシャドウは 101P、102P、103P、そして 102N を使用していきます。まず 103P を指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。透明感あふれるピンクがものすごく可愛いなと思ったので、1つ目のメイクではこちらをメインに使っていきます。続いて 102P を指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。ピンクとオレンジを組み合わせることで、春らしい柔らかいカラーメイクを楽しめます。質感が同じなので、組み合わせても相性がいいです。続いて 102N をアディクションのブラシ21に取って、上まぶたのまつげの際に細めの締め色としてのせていきます。ネイキッドシェアタイプはブラシ塗りをするとより透け感が際立ってくれるので、カラーメイクの柔らかさを壊さないように締め色をプラスしたい時におすすめの使い方です。続いて 101P をブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。黄身系のベージュなので、程よく血色感も出してくれます。指にも取って上まぶたの黒目の中心にも重ねていきます。パールで立体感を出していきます。アイライナーはモーブブラウンの102を使っていきます。目尻3分の1に跳ね上げを描いていきます。最後にリップはザ・リップグロスの006と009を使っていきます。まず006を唇全体に塗って、上から009を重ねます。はい、1つ目のメイクが完成しました。1つ目のメイクではピンクとオレンジを組み合わせた春らしいカラーメイクに仕上げてみました。メインに使ったパールタイプのピンクとオレンジのアイシャドウはカラーの調整がしやすく、ナチュラルな発色も楽しめたので、青みのピンクと黄身の強いオレンジですが、2色を組み合わせても喧嘩することなく、透明感と温かみを同時に演出することができました。柔らかいニュアンスを保ったまま目元を程よく引き締めたい時にはネイキッドシェアタイプがすごく使いやすいなと思います。リップも青みカラーの上に黄身カラーを重ねることで透明感を残しつつも柔らかいニュアンスをプラスしてみました。引きで見るとこんな感じです。続いて2パターン目のメイクです。アイシャドウは 101N、105P、106P の3色を使っていきます。まず 101N を指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。あまり重ねすぎずに透け感を残したように発色させておきます。続いて 105P を指に取って、上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にぼかしていきます。2パターン目のメイクではこの大人っぽいマスタードカラーをメインにしていきます。
106P をアイシャドウブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。こちらも深めのカラーですが、ブラシ塗りをするとかなり淡くなるので、程よく陰影をつけたい時にも使いやすいです。アイライナーは101を使っていきます。目頭から目尻までのフルラインで引いていきます。リップはグロスティント101とリップグロス008を使っていきます。まずグロスティントを唇全体にのせて、リップグロス008を上から重ねます。はい、2つ目のメイクが完成しました。2パターン目はマスタードカラーをメインに使った大人っぽいカラーメイクに仕上げてみました。アイシャドウはベースに暗くなりすぎない影色を仕込むことで、マスタードカラーも馴染みやすく使いやすくなります。アイシャドウでくすみのニュアンスを効かせたので、アイライナーは明るく鮮やかなオレンジカラーをフルラインで引いてみました。リップは程よく血色を残してくれるカラーを使って全体のバランスをとっています。引きで見るとこんな感じです。それでは最後、3パターン目のメイクをご紹介していきます。アイシャドウは 103N、101SP、そして 104P を使っていきます。まず 103N を指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。このシアーな質感とほんのりくすみは効いているけれど透明感あふれる明るいグリーンのバランスがものすごく可愛いカラーだなと思ったので、3パターン目のメイクではこちらをメインに使っていきます。続いて 101SP を指に取って、上まぶたのアイホール全体に重ねていきます。グリーン系の大粒ラメを重ねて、さらに透明感をアップさせていきます。最後に 104P を指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。ブラシにも取って下まぶた全体にものせておきます。アイライナーは103を使用していきます。目尻3分の1に跳ね上げラインを描いて、下まぶたの目尻3分の1にもラインを引いておきます。リップはリップグロス004と007を使っていきます。まずは004を唇全体に塗って、007を重ねていきます。はい、3つ目のメイクが完成しました。こちらのメイクでは透明感グリーンと大粒のラメをアクセントに使ってみました。まずアイシャドウはくすみ感がありながらも透明感をしっかり楽しめる明るいグリーンカラーをベース全体に仕込んで、その上にグリッターのような大粒ラメが輝くスパークルタイプで華やかさと透明感をさらにアップさせてみました。下まぶたの目尻3分の1にもアイライナーを引くことで全体的に淡めのカラーですが目元にはっきりとしたコントラストもつけています。リップも明るめのピンクカラーの上にシルバーの大粒ラメを重ねて華やかさと透明感をアップさせてみました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで2026年1月9日発売のアディクションスプリングコレクションをご紹介していきました。今回のコレクションは自然に春カラーを取り入れやすいアイテムばかりで、カラーメイク初挑戦という方にもすごくいいんじゃないかなと思いました。とても可愛いコレクションだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。